普段の生活の中では一日を費やしてお出かけするまではなかなか時間がありませんが、ちょっと時間ができた時に数時間のお出かけで気分転換するのも楽しいですよね。そんな今回のお出かけは、思い立って横浜方面へ一人で気ままに数時間のコンパクトなお出かけをしたレポートです。まずは映画館へ行きました。場所はみなとみらい駅直結のマークイズという名前の建物に入っているローソンユナイテッドシネマです。この日はプラダを着た悪魔2を見ました。この映画は20年前の前作以来の続きです。もちろん今回の作品を単独で捉えることもできますが、前作を見ていればその流れで一層懐かしい気分にもなれます。私自身も20年という歳月を過ごしてきた分、感慨深い気持ちにもなりました。また作品の中で20年前と雑誌に関わる主要なメンバーが変わってないのが現実的なのかどうかは別として、その年月の中で取り巻く社会の環境や概念が変わった結果のストーリーだと思うと、その点も興味深かったです。そして何よりも単純に目にも鮮やかで素敵な映画でした。この映画館の座席はゆったりと座り心地が良く、さらにそれぞれの座席が低音や衝撃の場面で実際に揺れて振動が伝わる座席になっていました。すごくリアルな体感を得られますが、もしそれが嫌な場合には別にスイッチを切れるようになっているようです。一人で映画を見たのもかなり久しぶりだったので良い時間を過ごせました。実は映画の後で近隣のエリアを散策しようかなと思っていたのですが、あいにく天気が良くなかったので、そこから思い切って電車で元町へ向かいました。みなとみらい線の元町中華街駅で降ります。元町方面の出口からすでに元町通りにつながっています。ここは春や秋にチャーミングセールという名前のイベントでよく知られるショッピングストリートです。新旧いろいろなお店がありますが、個人的にはブルックスブラザーズのこの路面店が好きなお店の一つです。一人のランチをどうしようかなと考えながら、一本奥の元町中通りに入りました。この一角にスタージュエリーが営んでいるカフェがあるので、こちらでランチをいただくことにしました。ちょっと遅めの平日ランチの時間でしたが、半分以上の席が埋まっていました。以前はこのブランドがお気に入りで、今でもいろいろとアクセサリーは愛用してますが、カフェに入ったのは初めてでした。スタイリッシュな店内で清潔感もあります。注文したのはチアシードドレッシングがかかっているキノアと蒸し鶏のサラダのワンプレートランチです。その前に柚子のアクセントがある玉ねぎのポタージュがついていました。サラダの方は実際に来たらすごいボリュームで、しかも朝食にしっかりとサラダを食べていたので、半日での生野菜の量がすごいことになってしまいました。フォークだけ置かれていましたが、これはフォークだけでは本当に食べにくいので、私はナイフもお願いしました。それであるパンも美味しくて、結局一生懸命食べて全てお野菜をいただきました。ドレッシングはお醤油ベースの味で、それも美味しかったです。ちなみにお手洗いは階段を上って2階にあります。パーティーなどにも使われるような店内になっていました。さて、それまでパラパラと降っていた雨がどうにか止んだので、カフェを出てから港の見える丘公園へ思い切っていくことにしました。再び元町通りを駅方面へ向かい、そのまま進行方向に進みます。公園の入り口に来ました。ここから道路に沿って坂を登ってから公園に入ることもできますが、せっかくなので公園の敷地内にここから入ってから階段を登ることにしました。この一帯は横浜市イギリス館やイングリッシュローズの庭、そして奥には神奈川近代文学館もある場所です。お天気が良ければ丘の上から横浜港やベイルブリッジもきれいに展望できて、本当に気持ちの良い場所ですが、この日はとにかくお天気がちょっと残念でした。でもどっちみち数時間のお出かけなので、コンパクトにバラ園だけを見に行くことにしました。急な坂道の道路を歩かない代わりに、敷地内の階段もかなりの段数があります。でもこれだけ緑に囲まれたうっそうと茂った中で階段を登るのも、少しだけハイキング気分にもなれるようで、足はちょっと疲れますが気持ちが良いです。このまとまった階段を登りきると平らな歩道になります。ここも緑が豊かで、この日は雨上がりということもあって、一層空気に植物の香りが含まれているような気がしました。そのままどんどんまっすぐ歩いていきます。普段東京で暮らしていると、こんなに緑に囲まれる場所に身を置くこともないので、これだけでもこの場所に来た価値があるように感じます。
このエリアは歴史を遡ると1859年の横浜港の開港と関係があります。開港に伴って外国人居留地の地域となったわけです。その時代には丘の上にイギリス軍が、丘の下にはフランス軍が駐屯していたようです。その後1875年に軍が撤退してからは、それぞれの跡地にイギリス総領事館やフランス領事館が建てられました。第二次世界大戦後になると、横浜市がこの土地を取得して整備を進め、1962年に現在の公園として開園に至りました。途中フランス領事公邸が建設された当時のレンガ造りの井戸の跡も見られました。こんな感じでそのまま雨上がりの遊歩道を歩き続けていきます。しばらく歩いていくと、弧を描くような印象的な建造物が見えてきます。この時は少し風も強くて、再び雨も降り出しそうな雰囲気で、残念ながらそこでゆっくりせずに、もう目指すローズガーデンへそのまま向かってしまいました。以前来た時もそうですが、天気が良い時のここからの眺めはとても見晴らしが良くて気持ちが良いです。さて、このローズガーデンのバラは一年草や宿根草がいろいろと植えられていますが、やはり春と秋がバラの見頃です。ここには約150種1200株以上のバラが植えられているそうです。文字通り丘の上にあるこのバラ園は周囲の眺めもとても良くて、中央に位置する小さな噴水の周りにもいろいろと美しいお花が植えられていて、とても素敵な空間です。訪れた時は花の見頃が少し終わりに差し掛かっている時期でしたが、まだまだ美しく咲いていました。実は私もフォローしていますが、この港の見える丘公園のバラ園のインスタグラムでは随時その時々のバラの開花情報や美しいお花の様子がアップされているので、なかなか実際には行けなくても情報を知ることができます。この場所にはバラのアーチもたくさんあって、天気が良ければさらに写真映えがしそうですね。ここは大きく3つのエリアに分かれていて、イギリス館を背景にしたイングリッシュローズの庭、中央の今いる香りの庭、そして少し奥まったバラとカスケードの庭があります。今回はこのようなお天気だった上に時間の都合もあったので、この中央の香りの庭のみを楽しみました。そもそもこの場所に来るまでの歩道も緑に囲まれていたこともあるので、時間があまり取れなくても十分リフレッシュできます。訪れたのは中央に位置する香りの庭だけでしたが、この可愛らしい噴水もしばらく眺めて過ごすことができました。この日もお手入れをされているスタッフの方々がいて、こういった方たちのおかげで美しいバラが鑑賞できていることを改めて感じました。ゆっくりとこの中央エリアを一回りしてバラ園の美しさを満喫してから、傍らにある日時のところから最後に横浜港を見渡してみました。曇ってはいても奥にはベイブリッジもよく見えます。バラはまだまだ美しく咲いていたので、お花のエネルギーを受け取ったようなひとときでした。不意に空き時間ができた時のお出かけには、今回のエリアは私にとってはちょっといつもとは違う地域で、それが逆に気分転換にもなれるちょうど良いものでした。帰宅も東急線を乗り継いであまり時間もかからず帰ることができました。また横浜方面にも足を伸ばしたいなと改めて感じ、こういったちょっとしたお出かけの次のチャンスも楽しみに待ちたいと思います。最後までご覧くださりありがとうございました。